消された記憶を取り戻すためにただ仕事をこなす日々。この街で生きているのはこの銃だけかもしれない。今回はダヴィンチリゾルブに組み込んで使うことができるヒッグスフィールド AI について紹介していきます。ヒッグスフィールド AI では冒頭で見ていただいたような生成 AI 動画だけでなく、このように特定のオブジェクトを消したり、色を変えたり、背景を変えたり、ラットを生成したり、解像度を上げたりといろんなことができる便利なツールになっています。現在ですね、この価格ページに行ってみると、スターターだと19ドル、プラスだと59ドル、ウルトラだと99ドルという風になっていて、このようにどれだけ動画生成や画像生成ができるのかといったことがこちらで比較することができます。私は現在ウルトラのプランをヒッグスフィールドさんのね提供で使わせていただいているのですが、最初お試しでプラスで試してみるのもいいかなと思います。そしてヒッグスフィールドはダヴィンチリゾルブにプラグインとして組み込むことができて、こんな風に簡単に AI をダヴィンチの編集画面で使うことができます。今回はダヴィンチリゾルブでヒッグスフィールドを活用しながら編集し、AI を活用した編集の未来をですね、体感してもらえたらと思います。概要欄にあるヒッグスフィールドのダヴィンチリゾルブのプラグインをダウンロードしていただき、インストールが完了したら、このように編集画面に進んでいただき、上のね、バーにあるワークスペースというところをクリックしましょう。そしてこちらのワークフローの統合からヒッグスフィールドを選択します。そして今回紹介するのはこの11の機能になります。まず1つ目のシネマスタジオに進んでいきます。この機能はタイムライン上の動画から映像を生成できるという機能になります。例えばドローンでこのように湖を撮影している動画があったとして、ここに架空の生物を出現させたいとします。タイムラインの再生ヘッドを参照としたい動画の位置に持っていきます。そしてヒッグスフィールドのこのシネマスタジオっていうところに進んであげて、この動画が選択されていることを確認した上で、こちらにプロンプトを打っていきます。ジェミニとかチャット GPT をですね、無料版で全然大丈夫ですので活用していただいて、例えばですね、こんな風にヒグスフィールドの動画生成用に以下のプロンプトを英文で作成して、湖から化け物を出現させる。すごい簡単なプロンプトになりますけれども、これで例えばジェミニに聞いてあげると、プロンプトをこのように生成してくれます。Describe what to generate というところにペーストしてあげます。そしてこちらで時間の長さを決めることができますね。例えばですね、元動画が10秒だったりするので、こちら合わせて10秒ぐらいにしておきたいと思います。そしてこちらは、レゾリューションなんですけれども、現在は1080フル HD のレゾリューションまで作成することができます。そしてこちらをオートにしてあげて、バッチサイズは1、オーディオやエンハンスっていうところはオフにしてもらって、こちらをですね、クリックしてあげましょう。そして大体3分から5分ぐらい待つとこんな感じで生成動画を作ってくれるということになります。そして左上のここのインポートというところからタイムラインを選択してあげると、このようにタイムライン上に生成していってあげることができます。複数のね、カットに分けてですね、このように映画のワンシーンのようなものをですね、作成してくれるということになります。それでは次にこのドロートゥビデオというものを説明していきたいと思います。こちらはですね、本当にいろんな使い方ができるんですけれども、例えばこの後ろの背景に映り込んでしまった人たちを消したい場合ですね、このように消したいオブジェクトをこのようにね、塗っていってあげましょう。そしてここにプロンプトを打ってあげるわけですね。例えば remove people in the background みたいな形で英文を入れてあげて、こちらをですね、押してあげると背景に映り込んだ人をですね、このように削除していってあげることができます。特に私とかだとランダムにですね、街中とかいろんな場所で撮影することが多かったりするので、ここの被写体がいなかったらこのショットベストだったのになみたいな時に背景に映り込んだ人とか物を削除することができたらとても助かるなというふうに思いました。そしてですね、背景を変えるといった使い方もできて、こちらのですね、背景をこんな感じで適当に選択してあげて、Replace the background with Ganges River、 後ろの背景をこのガンジス川に変えてくださいっていうね、プロンプトを打ってこちらをクリックしてあげます。そして完了するとこのような形で後ろのね、背景をガンジス川に変えていってあげることができるわけですね。はい、こちらの結婚式の動画とかもこんな感じで背景を選択してあげて、
はい、教会に変えてくださいっていう風にプロンプトを打ってあげます。はい、こんな感じで教会の中で2人でね撮影しているように見せることができます。途中でこのね被写体を変えていくこともできて、この鉢をこの映像の途中で蝶々にね変換するようなプロンプトを打ってみたいと思います。こちらまずフレームっていうところに行ってあげて、ちょうど変換させたいタイミングですね。この羽ばたくタイミングまで持っていってあげて、この鉢を塗りつぶしていきます。はい。そして、プロンプトをですね、transform bee to a butterfly みたいな感じで、鉢を蝶々に変えてくださいっていう風にプロンプトを打ちます。そして、クリックしてあげると、このような形で、途中でですね、蝶々に生まれ変わるという生成動画を作っていくことができます。このドロートゥービデオは本当にいろんなことができるので、使い方によっては多種多様な表現をしていくことができるツールだという風に私は感じました。そして次にこのビデオジェネレーションというものに進んでいきたいと思うんですけれども、こちらに関してはここで使うよりも個人的にはこのブラウザで使った方がやりやすいなというふうには思いました。はい。まずですね、このヒグスフィールドのイメージというところに進んであげましょう。自分の作る映画もしくはアニメーションの主人公であったりとか出てくるキャラクターをここで作っていくわけですね。これもチャット GPT とか Gemini を使ってもらうと簡単にプロンプトを作ることができます。ヒグスフィールドでキャラクターを作るための英文プロンプトを作って、黒い廊下の中、燃え尽きたタバコを吸う男性のクローズアップショット。80年代の香港映画風みたいな感じですね。ちょっとウォン・カーワイ監督の Fallen Angels 少し参考にしたようなプロンプトを作ってもらいます。はい、そうするとこのような形で推奨プロンプトを作ってくれるので、こちらをコピーしてフィグスフィールドで打ち込んでいってあげましょう。アスペクトレーションとかも決めれるので、これはあなたが最終的に出力したいアスペクトに合わせて作ってもらうのがいいと思います。今回私はこの16対9を使ったので、この16対9で生成をしていきます。そしてこちらナノバナナプロをですね、私の場合は使って生成をしています。プラスバージョンの方とかだったらこのジェネレート2となってますけれども、2つクレジットが消化されるという感じですね。こちらをクリックしてあげると画像を生成してくれるということになりますね。こちら画像を選択したらこの右下からダウンロードをしてあげてください。そして次にですね、こちらのイメージからヒグスフィールドポップコーンというところに進んでいきます。で、このヒグスフィールドポップコーンっていうのは何かっていうと、このような形で Write what happened in scene 1、2、3みたいな形で一つのキャラクターでいろんなシーンを作っていくことができるというものになります。このプロンプトを打つの難しいと思うので、例えば Gemini とか ChatGPT でこんな風に指示をしてですね、英文のプロンプトを作ってもらいます。ヒグスフィールドポップコーンでストーリーボードを作成したい。以下の3つの画像を生成するための英文プロンプトを作って、この男性は暗い廊下の中を歩く。後ろからのフォローショット。この男性は銃を構える。クローズショット。この男性は香港のネオン街の中を歩くみたいな形で、先ほど生成したこの男性を使っていろんなですね、シーンを作っていくということになります。で、こちらをですね、送信してあげると、それぞれのシーンに合わせたプロンプトを生成してくれます。そしてこの3つのプロンプトをこんな感じで1つずつ読み込んでいきます。はい。そして忘れずにこちらのアップロードイメージで先ほどの男性のキャラクターっていうのをここにアップロードしてあげます。最大この1つの画像の場合は7つですね、シーンを作っていくことができます。これが2つのね、キャラクターを同時にやる場合とかになると6つまで作っていくことができるということになります。要するに合計8つですね。画像とテキスト含めここでは作っていくことができるということになりますね。そしてこのジェネレートっていうところをクリックしてあげると、この3つのシーンを作ってくれるということになります。例えばですね、このような形で廊下を歩くシーンであったりとか、こんな感じでこの香港の街を歩くシーンであったりとか、このように銃を構えるシーンとかっていうのを作ってくれるわけですね。そしてですね、このビデオっていうところからクリエイトビデオというところに進んであげましょう。はい、そうするとこのようなページに飛びますので、このスタートフレームとエンドフレームというものを使いながら動画を作っていきます。スタートフレームっていうのはフレームの開始起点ですね。そしてエンドフレームっていうのはクリップが最後どのようにして終わるのか、ここで読み込ませるということになります。例えばこのスタートフレームに先ほどのこの男性のタバコを吸うシーン、そしてエンドフレームにこんな感じで銃を構えるシーンをですね、読み込ませておいて、ここで具体的にこのスタートフレームからエンドフレームまでに何が起きるのかということをここに記載していきます。Gemini や ChatGPT に戻ってもらって、こんな感じで以下の英文プロンプトを作って、この男性はタバコを捨て銃を構える。このように入力します。そしてこちら送信してあげると、このような形で推奨プロンプトが出てきますので、こちらをこの Describe Your Video っていうところにコピペしてあげましょう。
そしてクリング 3.0 っていうのを今回使ってますね。こちらの長さもね決めることができて、何秒ぐらいのシーンにするのかであったりとか、解像度、4K までこの場合は選ぶことができますね。今回は私は1080で出しています。そしてこのマルチショットっていうものを選ぶとカット割りをしてくれるわけですね。このシーンだと一連のシーンになりますので、特にこのマルチショットっていうのは入れずにジェネレートを押してあげるということになります。はい、そうするとこのような形でですね動画が生成されます。でですね、こちらをダウンロードしていただいてもいいですし、こちらのシネマスタジオに戻ってあげて、インポートっていうところをしてあげて、タイムラインに追加してあげると、この動画を読み込んでいってあげることができます。そしてこのエンドフレームに関してはなくても大丈夫ですね。はい、例えばですね、こんな感じで麻雀をしてる、男性の写真っていうのをアップロードしてあげて、4人の男が麻雀をプレイしてるみたいな感じにしてあげて、これは7秒ぐらいのシーンにしたいから7秒とかっていう風にしてあげて、こちらね、ジェネレートをクリックしてあげます。はい、そうするとこんな感じで麻雀をプレイする4人の男性の映像を作っていくことができるということになります。で、これを組み合わせていってあげて、こんな感じでですね、私の場合は動画を作成したということになります。今回ですね、こんな感じでボイスオーバーをね、少し入れてたと思うんですけれども、これも実はヒグスフィールド内で作ることができます。ブラウザでやった方が使いやすいので、僕が個人的にはこのオーディオっていうところで編集をします。で、これ3つの選択肢があるんですけども、このボイスオーバーっていうのは一から文字を入力して音声を生成するというものになります。チェンジボイスっていうのはすでにある動画素材の音声を変えていく。例えば男性を女性にしたり、女性を男性にしたり、いろんな使い方ができると思うんですけども。で、トランスレートっていうのは例えば英語とかいろんなですね、チャイニーズとかフレンチとか、ここに載っている言語に翻訳していくことができるというものになりますね。今回はですね、映画を作るというところがメインのトピックになるので、ボイスオーバーを使っていきたいと思います。生成したい音声のテキストをここにまずは入れてあげてください。で、そしてここのボイスプリセットというところをクリックしてあげて、声をね、選んで生成していくということになります。例えばね、このナオミってやつをクリックしてみると、Hey, my name is Naomi. This is how my voice sounds. このような形でプリセットの音声を聞くことができます。男性で言うと、例えばこのブラムってやつをね、クリックしてみましょう。Hey, my name is Brent.This is how my voice sounds, and I'm a perfect fit for faceless YouTube videos. はい、こんな感じでちょっと元気なね、男性の声が出てきたりします。はい、今回私の動画は記憶を消されたメランコリーな、ね、男性の声を作りたかったので、このカスピアンっていうものを選びました。Let the world fade away. I am Caspian. プリセットを選んだらこのジェネレートを押してあげましょう。で、こちらをダウンロードしてあげて、カットをして適切な位置に配置していくということになります。はい、まとめるとイメージを生成してあげて、その後動画に変えてあげて、最後に音声を足す。こういった流れで進めていってあげると、このように映画を作っていくことができます。はい、次にですね、このモーションコントロールというものを紹介していきたいと思います。映像の中のキャラクターとかを変えるときによく使う機能になります。例えばね、このインタビューを受けている男性をロボットに変えてみましょう。いきなりこのモーションコントロールに飛ぶよりも、まずこのイメージジェネレーションっていうところに進んでいきます。まずこのですね、動画のスチルっていうのを拾ってあげます。こちらカラーページに進んであげて、右クリックでスチルを保存っていうのを押してあげましょう。そしてこの保存したスチルっていうのを一度書き出します。2のフォルダにこのスチルを書き出してあげて、そしてこちらのプラスマークを押してあげて、先ほどのスチルを読み込んであげます。例えば Turn this man into a silver robot とかにしましょうか。銀色のロボットに変身させてっていうね、プロンプトを打ちました。で、ナノバナナで、こちら16対9にしておきましょうか。で、こちらをクリックしてあげると、このような形で画像が生成されるということになります。で、こちらをですね、一度タイムラインとかにまた入れてあげて、同じようにこちらもスチルを保存して書き出してあげます。はい、書き出してあげて、ここにね、保存をしておきます。で、このモーションコントロールに進んであげます。で、この左側は Use Timeline Video っていうものを選択していきます。右側に変身させるキャラクターを、これ先ほどのスチルの画像をここに入れてあげるっていう感じですね。で、こんな風にしてあげると割と精度高く使えるなという印象がありました。で、クオリティをここで選択することができて、で、背景をどっちに合わせるのか、イメージの方なのか、ビデオの方なのかということで、例えばビデオの方の背景に残したいならこちらをビデオにしておくと。そしてこのジェネレートっていうのをクリックしてあげましょう。そうすると、こんな感じで、
ロボットがですね、インタビューの受け答えをしているような映像を作ることができるということになります。それでは次にこのラットの機能について紹介していきたいと思います。カラーグレーディングされている方とかはこれが最も気になるツールだと思うんですけれども、見ていきますね。こんな感じでいい感じにね、グレーディングできる時もあれば、こんな感じで色がね、完全に破綻してしまう時もあったりするので、まだまだ発展途上の機能かなとは思います。このラットっていうところをクリックしてあげて、アップロードレファレンスということで、自分が参考にしたい映画とかですね。私の場合はこのショットデックとかを使うことが多いんですけれども、例えばインターステラーですね。で、例えばこのシーンに近づけていくグレーディングがしたかったら、こちらをですね、名前をつけて画像を保存してあげます。そしてこちらに先ほどダウンロードしたスチルを読み込んであげるということになります。なので、この素材をこちらに近づけてねっていうことができるわけですね。そしてここのストレングスというところなんですけれども、85% とかで一旦ですね、ジェネレートしてあげます。そうするとね、カラーページに飛んでもらうとわかるんですが、自動でこのようにラットが出力されていることがわかると思います。見てあげると、before, after ということで、スプリットトーンのいい感じのね、ルックに仕上げてくれていることがわかると思います。で、このままだとちょっとね、シャドウの部分が潰れすぎているので、少しだけこのログホイールでシャドウを持ち上げてあげるとかですね。微調整をね、後でしていってあげることもできるということになります。これね、S ログの素材だったらどんな感じでやればいいのかってことなんですけれども、まずカラースペース変換を行って、ちょっとね、カラーコレクションするところまでやっておくと。で、このアップロードレファレンスっていうのをまたクリックして入れてあげます。例えばこのオッペンハイマーの素材っていうのを入れてあげて、こちらも同じようにジェネレートをしてあげましょう。そうするとですね、最初のノードにこのラットが反映されてしまうという状態になりますので、こちら一旦コピーしてあげて、この ODT ですね、出力カラースペース変換の後に入れてあげます。で、ここのカラースペース変換に関しては削除してあげて、ラットだけにしてあげます。そしてここに関しては、ラットがまだ入っている状態なので、一旦リセットノードしてあげて、カラースペース変換を入れて、こうですね、S-Log がマットシネ、S-Log3 ですかね。っていう風に入れてあげると、割とね、スプリットトーンが入って使えるかなという感じになっているかと思います。で、ここでラットの出力をね、こんな感じで制御することもできて、今これ、だいたい 34% ぐらいで、ちょっと入るぐらいのね、感じで今、ラットを入れていたりします。はい。で、微調整したいときは、このダヴィンチワイドガマットインターミディエイトのワークフローに戻っていただいて、少しね、ロス調整をしたりしながら合わせていってもらうと、こんな感じでカラーグレーディングをね、before, after でしていってあげることができるということになります。ただね、こんな感じでラットの一番後ろにね、ノードグラフ追加してくれたら助かるんですけど、最初のノードにね、ちょっと追加してしまうっていう機能だけね、ここ改善してもらえたらとても助かるなと思いましたね。また、素材もですね、こんな感じでクリッピングしますよね。破綻してしまう場合もあるので、まだまだ発展途上のツールかなとは思うんですけれども、これがね、進化して AI にグレーディングが任せられるようになったら、私たちはカラーリストとしてはね、作業スピードをね、ぐんと上げることができるツールにもなりますので、今後に期待ということになります。それでは次にこちらのエディットビデオに進んでいきたいと思います。これはですね、先ほどのドロートゥビデオってあったじゃないですか。あれのもっと自由なバージョンで、映像自体に編集を加えるといったものになります。こちらクリックしてあげて、該当の動画に再生ヘッドを持っていってあげて、例えばですね、カラーグレーディングで使うとすれば、例えばこのピンクのベンチの色をシアン色に変えたかったとしますよね。ダヴィンチリゾルブでやろうと思うと、例えばこのクロマワープとかでピンク選択してあげて、このピンクをこうなんとか頑張って青色にしようとするんですけど、こんな感じでね、全体的に色が破綻しちゃったりするので、こういった時はね、この AI ツールはかなり便利だったりしますね。こちらのエディットビデオのところでChange the bench color to cyan みたいな感じで、シアン色にベンチの色を変えてくださいみたいな形で、はい、こちらですね。例えば 4K までレゾリューション選択できますけれども、こちら素材に合わせてやってもらうのがいいかなと思いますね。ジェネレートのボタンを押していただくと、ピンク色だったベンチの色がこんな感じで、はい、シアン色に変わっていくということになりますね。そして次にリフレームについて見ていきましょう。リフレームっていうのはどういうことかっていうと、この
16対9のアスペクト比を例えばこんな風に9対16の縦型のアスペクト比に変えたい時とかに使えるツールになります。SNS 時代なので横長と縦型両方作りたいというニーズがね今あると思うんですけれども、それを可能にしてくれるのがこの機能になります。使い方はとってもシンプルで、このリフレームというところに進んであげて、ここで好きなですねアスペクト比っていうのを選んであげて、例えば縦型だったらこの9対16っていうのを選んで、このジェネレートを押すだけですね。はい。そうするとこんな感じで縦型の素材に変えていってくれるということになりますね。そして次にこのリムーブバックグラウンドについて解説していきたいと思います。これは簡単に言うとこの後ろの背景を削除してくださいといった機能になりますね。ここには subject to keep って書いてありますので、残したいものを書いてくださいっていうふうに書かれているので、例えば person っていうふうに残したいものを入れてあげて、ここのジェネレートをクリックしてあげるということになりますね。そうするとこのような形で背景を削除した動画っていうのを生成していってあげることができると。今この右下に出ているキャラクターも実は Higgsfield でまずイメージジェネレーションでこのキャラクターを作成して、動画生成でキャラクターが喋るようにしてあげて、でこの先ほどのリムーブバックグラウンドを押してあげて、でここにね今右下に出現させているということになりますね。こんな感じで自分のアイコニックなキャラクターとかを作りたい時とかに便利な機能ということができます。そして最後にこのアップスケールについて解説していきたいと思います。アップスケールっていうのは何かっていうと、こういったね HD クオリティのビデオだったりすると、こう近づいてみると少しですね解像度が落ちて見えたりするんですよね。これをもっと 4K とかもっとアップスケールした解像度にしていくのがこの機能になります。このアップスケールというところをクリックしてあげて、これを 4K にしてあげてジェネレートをクリックしてあげてください。こちらが Before の状態で、こちらが After ということで、かなりですね解像度綺麗にしてくれますね。もう HD 素材しかなくてちょっとアップスケールしたい時とかにこのね機能っていうのはかなり使えるなっていうふうに思いました。はい、いかがだったでしょうか。この Higgsfield の中でもドロートゥビデオとこのビデオジェネレーションは本当にすごいなと思いました。AI で個人クリエイターがここまでのクオリティの動画を作れるっていうのは可能性のあるツールだなと思います。ただ個人的にはこのラット機能が改善されるとカラーグレーディングでも積極的に使っていけるアプリかなというふうに感じました。ただですね、動画生成であったりとか細かい背景とかオブジェクトの修正にかなり使えるツールになってますので、ぜひこの概要欄のリンクから試してもらえたらと思います。